2026年5月、日本のある都市で、一人の男性が25年ぶりに法廷の扉をくぐった。その瞬間、傍聴席からすすり泣く声が漏れた。誰かが立ち上がり、誰かが顔を覆った。男性は判決文を受け取ったまま、しばらく動けなかった。無罪。たった2文字。しかしその2文字を手にするまでに、25年という時間が必要だった。1997年、男性は強盗殺人の罪で逮捕された。証拠は状況証拠が中心だった。しかし当時の司法はそれを有罪と判断した。男性は無実を訴え続けたが、声は届かなかった。娘がまだ幼かった。あの年の秋のことだ。刑務所の中で季節は何度も変わった。娘は小学校に入り、中学を卒業し、大学へ進んだ。父親のいない式典が静かに積み重なっていった。転機が訪れたのは DNA 鑑定技術の進歩だった。再審請求の中で新たに実施された鑑定が決定的な事実を示した。現場に残された証拠が男性のものではないことが証明されたのだ。再審の法廷で裁判長が判決を読み上げる声は静かだった。しかしその静けさの中に25年分の重みがあった。男性の目から涙が溢れた。弁護士が肩を抱いた。傍聴席では支援者たちが声を上げて泣いた。釈放された朝、男性が最初に手にしたのは国から支払われた損失保証の通知書ではなかった。娘の大学卒業式の写真だった。自分が立つはずだった場所に知らない顔の人々が写っていた。無罪は法律の言葉だ。しかし人生は法律よりずっと広い場所にある。国が返せるものと返せないものがある。その違いをこの男性は誰よりも知っていた。では、彼が刑務所に入る前夜、どんな普通の一日を過ごしていたのか。次は、失われた平凡な日常の話をしよう。1997年の春、東京郊外の小さな住宅街に一つの家族が暮らしていた。父親の名は田中誠一、当時38歳。建設会社で現場監督を務める、どこにでもいるような男だった。朝は必ず6時に起きた。妻の作った味噌汁を飲んで、娘の頭を撫でてから家を出る。それが彼の毎朝の習慣だった。娘の名前は夏美、当時まだ11歳。父親に似て笑うと目が細くなる子だった。誠一にとって娘の笑顔が全ての原動力だった。いつか娘の大学入学式にスーツを着て隣に立つ。それが彼の小さくて確かな夢だった。仕事は決して楽ではなかった。現場での作業は体力を削り、夏は汗だくで、冬は手がひび割れた。それでも誠一は不満を言わなかった。家族のためなら、どんな苦労も苦労に感じなかったからだ。休日には、家族3人で近くの公園を歩いた。娘が見つけた野の花を、妻が丁寧に花瓶に飾る。そんな何気ない午後が、誠一には何よりも幸せだった。近所での評判も良かった。挨拶をきちんとして、困った人が入れ箸を差し伸べる。田中さんは真面目な人だ。と、誰もがそう言った。将来の計画もあった。娘が高校を卒業したら、少し家をリフォームしよう。老後は妻と旅行に行こう。取り立てて大きな夢ではない。しかし誠一にとっては、十分すぎるほど豊かな未来だった。しかし人生というものは、何の予告もなく崩れることがある。平凡な毎日が続いていた。その年の秋、誠一の日常は突然断ち切られることになる。一本の電話が全ての歯車を狂わせた。1997年の秋、日本のある地方都市で一件の強盗殺人事件が発生した。被害者は近所で一人暮らしをしていた高齢の女性だった。自宅に何者かが侵入し、金品を奪った上で命を奪っていった。発見されたのは翌朝のことだった。静かな住宅街を一夜にして恐怖が包んだ。警察は直ちに捜査を開始した。しかし目撃者はいなかった。監視カメラもほとんど普及していない時代だった。手がかりは乏しく、捜査は難航した。焦りが積もる中で、捜査の目は被害者の周辺人物へと向けられていった。誠一の名前が浮かんだのは、それからほどなくしてのことだった。理由は、単純といえば単純だった。誠一は事件のあった夜、
現場付近を通ったと証言していた。また、被害者とは顔見知りだったことも判明した。工場の仕事帰りに何度か立ち話をしたことがある。ただそれだけの関係だった。しかし捜査員の目には、それが接点として映った。さらに決定的とされたのが、近隣住民の証言だった。あの夜、彼に似た人物を見た、という話が浮かんだ。曖昧な言葉だった。似た人物、という表現は、断定ではない。それでも、その証言が捜査の流れを大きく変えた。誠一はやがて任意同行を求められ、取調室へと連れて行かれた。取り調べは、長時間に及んだ。誠一は一貫して否定し続けた。私はやっていない。その言葉を何度も繰り返した。しかし疲弊した状況の中で、供述の細部が少しずつ揺れ始めた。捜査員はその揺れをついた。やがて誠一は、自分でも気づかないうちに追い詰められていた。DNA 鑑定の技術は、当時まだ精度が低かった。現場に残された微細な証拠は、否定できない、と判断された。それは、一致した、ということとは、本来異なるはずだった。だが法廷では、それが有力な証拠として提出された。証人の曖昧な記憶、不完全な科学的証拠、そして長時間の取り調べの末に生まれた不安定な供述、その3つが積み重なり、誠一は強盗殺人の被疑者として正式に起訴されることになった。娘は当時、まだ中学生だった。誰も、この先に何が待っているかを知らなかった。そして誠一もまた、この日が自分の人生において、最も長い夜の始まりだということを、まだ理解できていなかった。裁判が始まろうとしていた。裁判が始まった。1997年の秋、東京地方裁判所の法廷に、誠一は被告人として立たされた。スーツではなく、拘置所の衣服を身にまつわったまま、その姿が、すでに彼の立場を物語っていた。検察側が提示した証拠は、3つの柱で構成されていた。まず、現場近くで誠一を見たという目撃証言。次に、被害者宅から発見された微細な繊維片。そして最後に、長時間の取り調べの末に誠一自身が署名した自白調書だった。だが、それぞれに深刻な問題があった。目撃証言を行った人物は、夜間の薄暗い路地で、わずか数秒間見ただけだと後に認めた。記憶というものは、時間とともに変形する。特に警察の誘導的な質問が繰り返された後では、なおさらだった。繊維片についても、鑑定結果は、同種の可能性がある、という曖昧な表現にとどまっていた。断定ではなく、推測、それが法廷では、まるで確実な証拠であるかのように提示された。そして、自白調書。誠一は後に、こう語っている。私はやっていない。でも、もう終わりにしたかった。眠れない夜が何日も続いて、取り調べ室に閉じ込められて、いつかは信じてもらえると思っていた。と、疲弊と孤立の中で生まれた言葉が、法廷では、自らの口から語られた真実、として扱われた。弁護側は無罪を主張した。アリバイの可能性も提示した。しかし証拠の非対称性は歴然としていた。国家権力が積み上げた調書と証言の前に、一人の男の言葉は、あまりにも軽かった。審理は半年以上にわたった。その間、誠一の娘は中学の教室で、父親の名前が出るたびにうつむいていたという。無実を信じながらも、何も言えなかった。子供に背負わせるには、あまりにも重い沈黙だった。そして2026年5月から遡ること25年以上前、判決の日が来た。裁判長の声は、静かだった。しかしその一言が、誠一の時間を完全に止めた。被告人を、懲役20年に処する。法廷内に、音はなかった。誠一はその瞬間、涙も出なかったと振り返る。ただ、娘の顔だけが、頭の中に浮かんだという。こうして、彼の25年が始まった。鉄皮が閉まった音は、想像以上に静かだった。誠一は独房の壁を見つめた。灰色の壁、細い光の差し込む窓、そして時間だけが無限に広がっていた。最初の1年は何も考えられなかった。裁判の記憶が毎晩夢に出てきた。弁護士の顔、裁判長の声、そして
傍聴席で泣いていた母の姿、目が覚めるたびに、現実だったことを確かめなければならなかった。習慣生活の日課は、単純だった。朝6時に起床、食事、作業、消灯。それだけだった。しかしその単純さが、かえって残酷だった。外の世界では、時間は流れていた。娘は成長していた。季節は変わっていた。しかし聖一の世界には、変化がなかった。同じ壁、同じ天井、同じ匂い。5年が過ぎた頃、聖一は一度だけ、すべてを諦めかけた。弁護士からの手紙が途絶えた時期があった。再審請求の見通しが立たないという知らせだった。その時初めて、床に崩れ落ちたと、後に彼は語っている。声も出なかった。涙も出なかった。ただ、何もかもが終わったと思った。しかし、翌朝、一通の手紙が届いた。娘からだった。幼い文字で、こう書かれていた。お父さん、私、元気だよ、待ってる。聖一はその手紙を何度も読んだ。擦り切れるまで読み続けた。そしてその日からもう一度立ち上がることを選んだ。10年が過ぎ、15年が過ぎた。面会に来る人は少しずつ減っていった。世間は忘れていった。しかし聖一は忘れなかった。娘の成長を手紙の中でだけ追い続けた。運動会の話、学校の友達の話、そして進学の話。自分が奪われた時間の分だけ、娘の時間は確かに積み重なっていた。それが、聖一をつなぎ止めた唯一の糸だった。25年という歳月は、人の何を変えるのか。白髪が増えた。膝が痛むようになった。しかし、娘への思いだけは、一日も色褪せなかった。そして聖一が独房で耐え続けたその間、外では別の戦いが始まろうとしていた。彼を信じ、諦めなかった人々が、静かに動き出していたのだ。聖一の独房に、一通の手紙が届いたのは、収監から3年が過ぎた頃だった。差出人は、見知らぬ弁護士だった。あなたの事件に、疑問を感じています。もし話を聞かせてもらえるなら、会いに行きます。たった2行だった。しかし聖一は、その手紙を何度も読み返した。誰かが、まだ自分を人間として見てくれている。その事実だけで、涙が止まらなかった。弁護士の名は、田村正幸と言った。当時まだ30代の、駆け出しに近い存在だった。彼がこの事件に目を向けたきっかけは、偶然だった。ある法律雑誌に掲載された、裁判記録の一部、そこに記されていた証拠の扱いに、田村は違和感を覚えた。目撃証言の曖昧さ、物証の不整合、何より、被告人の一貫した無実の訴え。これは、おかしい。その直感が、田村を動かした。田村だけではなかった。聖一の妻、久美子は、夫が収監された翌年から、一人で陳情書を書き続けていた。弁護士会へ、法務省へ、時には、地元の議員へも、返事が来ることは、ほとんどなかった。それでも久美子は、書き続けた。娘の秋が小学校に上がった年、中学に進んだ年、秋が、お父さんはどこにいるのと聞いた夜も、久美子は机に向かった。泣きながら、便箋に文字を刻んだ。この子の父親は、無実です。どうか、もう一度だけ見てください。そして、市民団体の存在も大きかった。冤罪被害者を支援する会、という小さな団体が、聖一の事件を取り上げたのは、収監から8年が経った頃のことだった。メンバーはほとんどがボランティアだった。元新聞記者、定年退職した元教師、そして、かつて自分の身内が冤罪に巻き込まれた経験を持つ女性。彼らは週に一度、狭い集会所に集まった。資料を読み込み、証言を洗い直し、新たな手がかりを探した。報酬はなかった。それでも誰も、席を立たなかった。田村弁護士は後に、こう語っている。聖一さんが耐えられたのは、強かったからではないと思います。信じてくれる人が、外にいると知っていたからです。久美子は、秋の成長を記録した写真を、毎年1枚ずつ、石鹸室に持参した。聖一はその写真を、房の壁に貼ることを許されなかった。それでも彼は、写真が来るたびに、目に焼き付けた。諦めなかった人々がいた。その事実が、聖一を生かした。
そして、転機はある日突然訪れる。田村たちが掘り起こした一つの新たな証拠が、この長い戦いの流れを静かに、しかし決定的に変えることになるのだ。転機は、2025年の秋に訪れた田村弁護士のもとに、一通の封筒が届いた。差出人の名前はなかった。中には、一枚の書類と小さなメモが入っていた。メモにはこう書かれていた。ずっと黙っていて申し訳なかった。その書類は、事件当時の捜査記録の一部だった。正式な証拠リストには載っていなかったものだ。田村はすぐに内容を確認した。そこには、現場に残されていた血痕のサンプルが、正式な鑑定を経ずに処分されていた、という記録があった。意図的な隠蔽かどうかは、まだわからなかった。しかし、その痕跡は明らかに、何かを示していた。田村は動いた。彼女は独自に、当時の目撃者を再度探し始めた。事件から28年が経っていた。多くの人が記憶を薄れさせ、あるいは口を閉ざしたままだった。それでも一人の老人が重い口を開いた。あの夜、私が見たのは誠一さんではなかった。でも警察にそう言っても信じてもらえなかった。それどころか余計なことを言うなと圧力をかけられた。老人の声は震えていた。しかし、目は揺れていなかった。そして決定的な証拠が現れた。現場近くのゴミ捨て場から、当時回収されながらも、長年保管されていたビニール袋が見つかった。その中に、微量の皮膚組織が残っていた。最新の DNA 鑑定技術にかけると、その組織は、誠一のものではなかった。別の人物のものだった。しかも、その人物はすでに、別の事件で服役していた前歴があった。田村は、証拠を抱えて再審請求の準備を始めた。しかし、誠一にその知らせを届けたとき、彼はすぐには喜ばなかった。静かに目を閉じ、しばらくして、ただ一言だけ言った。秋は、今、何歳になりましたか？証拠は、真実を照らし始めた。だが、誠一が取り戻したいものは、法律の言葉では測れない場所にあった。25年という時間の重さが、これから法廷で問われようとしていた。そして、最新の扉が、ゆっくりと、しかし確実に、開き始めるのだった。最新の扉が、ゆっくりと開き始めた。弁護団は、2025年の春から本格的に動き出した。DNA 鑑定の再分析結果を手に、東京高等裁判所に再審請求書を提出した。分厚い書類の束には、25年分の冤罪の重さが刻まれていた。しかし、国はすぐには動かなかった。検察側は、当初の証拠の信頼性を主張し続けた。鑑定技術の違いに過ぎない。と、法廷は、静かに、しかし激しく揺れていた。転機が訪れたのは、2025年の秋だった。真犯人とみられる人物が、別の事件で逮捕された。その男の体内から採取された DNA が、1997年の現場に残されたものと完全に一致した。もはや、疑いの余地はなかった。検察は、ついに再審開始を認めた。田中誠一が25年を過ごした拘置所の面会室で、弁護士の岸本が静かに告げた。再審が、始まります。誠一は、何も言わなかった。ただ、両手を膝の上に置いて、目を閉じた。その手は、かすかに震えていた。法廷での審理は、わずか3回で終わった。証拠は明白だった。裁判官は、法壇の上から静かに、しかしはっきりと言葉を紡いだ。被告人は、無罪。その瞬間、傍聴席から、小さなお列が漏れた。娘の秋だった。彼女はもう29歳になっていた。父親が逮捕された時、秋はまだ4歳だった。父の顔を、ほとんど記憶していなかった。誠一は振り返った。娘の顔を、正面からまっすぐに見た。その目に涙はなかった。ただ、深い、静かな光があった。法が、無罪、と言った。25年越しに。だが、誠一の胸の中では、全く別の問いが生まれていた。これで、何が戻るのか。娘の幼少期は、戻らない。母の最後に立ち会えなかった事実も、消えない。社会に刻まれた、殺人犯、という烙印が、判決文1枚で消えるわけでもない。
無罪はゴールではなかった。それは全く新しい、険しい道の始まりだった。国が誠一に何を返せるのか、そして何を返せないのか、それが次に問われることになる。誠一が刑務所の門を出たのは2026年5月のある朝だった。空気は25年前と変わらず冷たかった。だが世界は別物だった。スマートフォン、電子マネー、街の形すら記憶の中とは違っていた。誠一が最初に手にしたのは保証金の通知書ではなかった。娘から届いていた大学の卒業式の写真だった。写真の中で娘は笑っていた。父親のいない式場で、それでも誰よりも美しく笑っていた。誠一はその写真を見つめたまましばらく動けなかった。国家保証法に基づき、誠一には一定の金銭が支払われた。25年間の公金に対する保証だった。計算上は1日あたり数千円、それが積み重なった額だった。だが金額がいくらであっても娘の幼少期は買い戻せない。母の死に目に立ち会えなかった夜は払い戻されない。殺人犯という言葉が近所に染み込んだ記憶は判決文1枚では消えなかった。名誉回復の手続きも進められた。新聞には短い訂正記事が載った。しかしかつて一面で報じられた凶悪犯の記事と片隅に掲載された無罪確定の文字では重みが違いすぎた。社会は無罪を知らない人で溢れていた。再就職の壁も高かった。25年のブランクは履歴書の上で正直すぎるほど残酷に映った。面接の場で事情を説明するたびに相手の表情が微妙に曇るのを誠一は何度も見た。それでも娘は待っていた。お父さんが帰ってくるのをずっと信じていたと娘は言った。その言葉が誠一にとっていかなる保証よりも重かった。法律が無罪と宣告できるのはあくまで罪の有無だけだ。奪われた時間に対して国が本当の意味で責任を取る手段はまだ存在しない。誠一の25年は制度の隙間に静かに消えていった。しかし誠一は今前を向いている。完全ではないかもしれない。不完全なままそれでも歩いている。失われたものは戻らない。だが残されたものがまだある。それがこの物語の答えのない答えだった。次は最後の章。誠一が語ったたった一つの言葉からこの物語は幕を閉じる。誠一は出所した日の夜、娘に電話をかけた。長い沈黙の後、娘はこう言った。お父さん、生きていてくれてよかった。それだけだった。謝罪も責める言葉もなかった。ただそれだけだった。誠一が25年間心の中で繰り返してきた言葉は実は謝罪でも怒りでもなかった。会いたいというたったそれだけの言葉だった。国は彼に保証金を渡した。無罪判決という紙を渡した。しかし娘の大学の卒業式の写真に写るはずだった父親の姿はどこにもない。入学式も成人式も結婚の報告も全部誠一がいない場所で起きた出来事だ。時間とは不思議なものだ。奪われた時間は帰ってこない。しかし残された時間はまだここにある。誠一は今小さなアパートに住んでいる。仕事はまだ見つかっていない。再就職支援の窓口に何度も足を運んだが空白の25年という経歴はどこへ行っても壁になった。それでも彼は毎朝窓を開ける。外の空気を吸う。それが今の彼の一日の始まりだ。完全には戻れない。完全にはやり直せない。それでも歩くことはできる。この物語を見ているあなたに一つだけ問いたい。もしあなたの人生から25年が消えたとしたら、国がごめんなさいと言えばそれで終わりにできるだろうか。法律は無罪と言える。しかし人生は無罪とは言えない。誠一の戦いはまだ終わっていない。制度の外側で静かにしかし確かに続いている。そして私たちもまた問われている。正義とは判決の後に始まるものではないか。